今回は混ぜて冷やすだけで作れる簡単おやつ、もちもちきなこを作りたいと思います。思い立ったらすぐに作れるほど簡単で材料もシンプル。失敗も少なく、お腹が元気になる健康おやつです。早速作っていきましょう。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。今回の主役はきな粉とオートミールです。この後オートミールをブレンダーにかけて粉末にしていきますが、あらかじめ粉末になっているオートミールパウダーを用意するともっと簡単に作ることができます。オートミールパウダーはスーパーに売っていないこともあるので、今回は手に入りやすいオートミールで作ります。この粒が大きいオートミールをブレンダーで粉砕していきます。ミキサーやフードプロセッサー、ミルやすり鉢でも粉状にできますよ。粉状になったらボウルに移していきます。きな粉を 10g 入れます。きな粉大さじ1には 5.5g のタンパク質が含まれており、それはゆで卵1個と同じくらいのタンパク質量です。お好きな甘味料を 15g 入れます。今回は蜂蜜を使いました。甘みを引き立たせるためのお塩を1つまみ入れます。次は豆乳を 50g。 牛乳やアーモンドミルク、水で作っていただいても構いません。粉っぽさがなくなるまで混ぜていきましょう。オートミールにはグルテンが含まれていないため、グルテンフリーの食材としても注目されています。お米やパンより食物繊維の量が多く、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類をバランスよく含むので、便秘の予防・改善に役立つだけでなく、血糖値やコレステロールの上昇を抑えて糖尿病や動脈硬化のリスクを低減させる効果もあります。粉っぽさがなくなれば OK です。今はこんな感じで緩い状態です。こちらをラップで包んで冷蔵庫で冷やしていきます。冷蔵庫で寝かせることでオートミールが水分を吸い、トロトロの状態から少し硬くなります。2センチくらいの厚みになるように形を整えます。現段階ではオートミールが柔らかいので少し成形しづらいですが、ラップで押さえながら四角くしていきましょう。冷蔵庫で30分ほど寝かせます。次はアレンジバージョンのご紹介です。きな粉が苦手という方はぜひこちらを作ってみてください。ココアは砂糖などが入っていない無糖の純ココアを使っています。きな粉で和風、ココアを入れることでチョコのような洋菓子に変身します。水分は豆乳ではなくお水にしてみました。お水を使うとよりヘルシーに作れます。しかし牛乳や豆乳を使った方が味が少しクリーミーになる気がしますので、そこはお好みで使い分けてくださいね。粉っぽさがなくなったらラップに包んで冷蔵庫で寝かせます。ココアにはポリフェノールが含まれていて抗酸化作用があり、動脈硬化や老化の予防にも効果があります。次は粉末の抹茶を使います。
抹茶も無糖のものを使いました。甘みは以前の動画でご紹介したみりんシロップを使います。蜂蜜よりも甘さ控えめなので大さじ2杯入れました。みりんシロップを多く入れたので豆乳の量は 40g に変更。無糖の抹茶をきな粉などと同じように 10g 入れるとかなりビターな味になります。お子様用に作る場合やビターが得意ではない方は抹茶を 5g に減らすか甘味料を多めに入れた方がいいかもしれません。30分寝かせました。触ってみて冷やす前より硬くなっていれば OK です。カチカチにはならないのでもちっと弾力がある感じです。もしまだ柔らかかったら1時間ほど寝かせてみてください。まずはきなこバージョンから切ってみます。食べやすいように一口サイズにしました。最後にきな粉を振りかけます。完成です。トリュフみたいに丸めても可愛いです。丸めたら全体的にきな粉をまぶします。もしくは駄菓子のきなこ棒のように成形するのもいいと思います。1本の長い棒状に伸ばしてから同じサイズに切ります。爪楊枝をつければ本物そっくりです。当たりをつければお子様も楽しめるかもしれません。一口サイズで食べやすいですよ。ココアは側面を切り落として綺麗な四角い生チョコのような見た目にしてみます。ココアには鉄分やビタミンも含まれているのでオートミールに足りていない栄養素を上手に補ってくれる役割もあります。ココアを振りかけると見た目も良くなり、バレンタインのプレゼントにもぴったり。抹茶バージョンは切ってから丸めてトリュフ風にしました。周りに抹茶パウダーをまぶしたらよりビターになりました。出来上がりました。食感はもちっとした弾力のあるお団子のような感じ。食べ応えがあるので2粒くらい食べただけで結構満足感があります。優しい甘みでお茶受けにもぴったりです。こちらもチョコ餅といった感じでとても美味しいです。きな粉よりもビターに感じるので作る時にお好みで甘味料を増やしてもいいかもしれません。抹茶は大人の味。和の香りを贅沢に楽しめるおやつです。今回ご紹介した分量は 2,3 日で食べきれてしまう量なので倍量で作ると1週間くらいは楽しめると思います。乾燥しないように保存容器に入れたりラップに包んでから保存しておくことで10日から2週間くらいは味を損ねることなくいただけます。
オートミールは白米に比べ植物性タンパク質は約2倍、食物繊維は約20倍も含まれているそうなので、便秘や血糖値の上昇を防ぎたい方、タンパク質を強化したい方にもおすすめのおやつです。簡単なのでぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。